やおはようエース。よーく眠ってたみたいだな。そう、お前が起きたってことは第二審の始まりだ。寝てる間にたくさんのことが起きたんだぜ。なかなかに面白いぜ。まあ一つ一つ説明しようか。まず第一審終了後、それぞれに下した許す許さないの判決に応じて囚人には処置を下した。許した囚人に対しては思想の自由を、許さなかった囚人には思想の否定と第一段階の身体的拘束を。まあ分かりやすく言うと、一審終了期間から今まで許したやつは自由にのびのび過ごして、許さなかったやつは窮屈に過ごしてもらったって感じ。あ？なんでそんなことをするかって？奴らは人殺しだ。そして奴らは人生の結果として人殺しを行ったが、それは各々の持つ思想や環境の行き着く先だ。ミルグラムはそれらを肯定し否定し、段階的にお前の判断が正しいか確かめるんだよ。よってそれぞれの思想の肯定否定により囚人の行動は変わる。それにより監獄内の状況は変化している。ああ、今までのようなお前と囚人の関係だけではない。囚人同士の関係も大いにこじれてるぜ。それがミルグラム第二審さ。さあそんな感じでお前が下した判決が招いた出来事を説明しようか。囚人番号1番桜井遥。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。許されたことにより奴は自己肯定感の向上、非支配欲求の解禁がされている。結果囚人番号4番楠木ムーとの依存関係が成立している。まあ簡単に言うと、自分の行いが受け入れられて調子乗ってて4番とイチャイチャしてる。あははは、見てらんねえな。囚人番号2番樫木優乃。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。許されたことにより奴は社会的なコミュニケーションを放棄した。ミルグラム自体に対してもだいぶ冷めてるみたいだな。あれが本当の樫木優乃ってところかね。ドライで合理的、植物的でリアリスト。あいつと対話するのはなかなか骨が折れるんじゃねえか。ちなみに俺様、ああいう冷めた女大好き。囚人番号3番梶山風太。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。許されなかったことにより奴は強大な不安感に苛まれている。ガックガクのブルブルだな。おもろ。まあこいつに関してはそれよりも大変なことがあるな。囚人番号10番琴子をお前が許したことにより風太は琴子に襲撃されたぜ。死刑ってやつだな。まあ安心しな。お前が囚人番号7番和井を許していたおかげでギリギリ守られた。命に別状はねえ程度だ。ただまあ判決の結果もあって心身ともにボロボロだわな。囚人番号4番楠木ムー。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。許されたことにより奴は生来の気質を取り戻している。異常な環境での恐怖と不安によって潜在化していた本質を解放できたわけだ。それが囚人番号1番遥と結びついたってわけだな。需要と供給、女王と奴隷。まあ俺様先約がいる女に興味ないしどうでもいいけどね。囚人番号5番桐崎史郎。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。許されたことにより奴には自分の存在に迷いが生じている。許されたくねえっつってたもんな。意地悪だなお前。しかし奴は肯定され身体的な自由が確保されていることで医療行為を行えた。負傷した風太、真昼の治療はこいつの行動だ。特に真昼はこいつがいなきゃ死んでたな。皮肉にも生きたくないこいつが生きているせいで死ななくて済んでいるやつがいる。混乱してんだろうな。ウケる。囚人番号6番椎名真昼。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。
許されなかったことにより奴は自身の存在意義を失っている。意気消沈っぷりが凄まじいね。やれやれ。あとは見ての通り、ことこに襲撃されてボロボロだ。指導の治療がなきゃ完璧に死んでる。ロストだ。これ以上なんかありゃ間違いなく死ぬ。どうするかはお前次第だがな。囚人番号7番向原和井。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。許されたことにより奴の変化は表面上はわからんな。あんまり変わらんように見えるがね。奴の中身まで届いていないか。しかしこいつは身体的な自由が確保されていることでことこの襲撃から風太を守護できたわけだ。筋肉って偉大だな。なんで真昼じゃなかったのかね。俺様ならあっちを守るが美人だし。囚人番号8番百瀬天音。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。許されなかったことによりやべえ、これはお前虎の尾を踏んだんじゃねえか。あれはもはや百瀬天音ではないな。もっと大きな何かを引きずり出したぞ。あと特筆すべきは指導を完全に敵視しているな。おそらくあいつの行為が天音にとっての地雷だったんだろうよ。まあ俺様は大抵予想がついてるが、それをやめさせるかどうかもお前次第だ。囚人番号9番茅野美琴。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。なんだが異常事態だ。ミルグラムによる拘束が奴には通用しなかった。つまり奴はモノホンの多重人格者ってわけだ。わかんない？ミルグラムが囚人として連れてきたのはあくまで主人格の茅野美琴。ミルグラムは別人格の魂を正規の囚人としてカウントできず、本来与えるべき制限を付与できていない。なんだよ、あんま責めんなよ。長いことやってるけどこんなの初めてってやつだし、俺様たちもてんやわんやさ。今後のサービスの改善の参考にさせてもらうわ。よってやつはこの期間全くの違い方権アンチェイン。襲撃に来たことこと大立ち回り互角の勝負をして全くの無傷だった。今は暴れてすっきりしたのか主人格みたいだぜ。やれやれ。囚人番号10番譲り派ことこ。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。思想肯定によりつうかお前の共闘宣言により奴はこの期間でお前が許さなかった囚人の襲撃を行った。代行者のつもりのようだぜ。素敵なお仲間なことで。ことこに襲撃されたのは3人。囚人番号9番茅野美琴。互角の戦いを繰り広げ引き分け。次に囚人番号6番椎名真昼。重傷だ。指導がいなきゃ死んでたな。最後に囚人番号3番梶山風太。和井に守られて軽傷だ。お前が許さなかったやつの上から順に3人ってとこかね。美琴と和井との連続戦闘で消費したか、あるいはこの期間では3人が限界か。まあどっちにしろとんでもない囚人だ。もちろんミルグラムやってりゃ今までも囚人同士の人情沙汰は珍しくないんだが、ここまで思想的でアグレッシブなやつは見たことがないね。いやいや、お前ら茅野美琴と引き悪すぎだな。あるいは良すぎなのかな。さて以上が第一審後に起きたあれこれってとこ。ちなみにお前が起きてからは囚人同士の戦闘は禁止させてもらう。ミルグラムを続行させるためにもな。だから一旦は安心しな。だからよ、次に派手なことが起こるとしたら二審が終わった後だ。どうなるか覚悟して判決を下すんだな。そういうことだ。ミルグラムは感性、道徳、倫理、法律、趣味、思考、性癖、いずれを基準にしてもいいと言ったな。お前らは第一審をその通りにやってくれた。感謝してるよ。そして第二審を迎えた今、
お前の脳には新たに別の判断基準が現れただろう。お前らもまた人間だ。囚人個人への思い入れが生まれている。こっちを許せばあっちが危険かもしれない。そっちを許さなければあっちが思わぬ方向に行くかもしれない。そんな利害や損得が生まれる中で、お前らは自分の価値観に従って正しく許す許さないを決められるのか。難しいよな。難しいんだよ。罪って難しいんだよ。罰って難しいんだよ。分かってる。でもな、その先の決断にこそ俺様が求めているものがあるんだよ。悪いな、熱くなっちまって。どちらにせよ期待してるぜ S。 ミルグラム第2審開始だ。